先輩ジャパニーズカフェへようこそ。鶏です。ひよこです。今日もよろしくお願いします。今日のテーマはキャッシュレス決済です。正直ちょっと苦手なやつです。大丈夫ですよ。仕組みがわかればそんなに怖くありません。お願いします。今日で克服したいです。前回は投資でお金を育てる話でしたね。キーフレーズは早いに越したことはないでした。そう、始めるのは早いほどいいという話。実はあれから少額で積み立て始めました。いいですね。今日の支払いの話もその延長ですよ。そもそもキャッシュレスって具体的に何ですか？簡単に言うと、現金を使わない支払い全部です。カードもスマホのやつも全部そう。そうです。今や日本でも6割近くがキャッシュレスなんですよ。そんなに？もっと現金大国だと思ってました。昔はね、でもここ数年で一気に広がったんです。へえ、きっかけって何だったんですか？スマホの普及とポイント還元、あとは感染症の時期ですね。なるべく触らないみたいな。そうそう。それで一気にお店側も対応したんです。なるほど。でも種類が多すぎてどれを使えばいいのか。そこですよね。今日は大きく3つに分けて整理しましょう。3つ。それなら覚えられそうです。私、実はまだ現金派なんです。いいんですよ。現金には現金の良さがありますからね。でもレジで焦っちゃうんです。後ろに人がいると。わかります。小銭を探しているうちに列ができる。そうそう、あれが本当に苦手で。そこがまさにキャッシュレスの一番のメリットなんです。スピードってことですか？ええ。かざす、または読み取る。それだけで一瞬で終わります。でも使いすぎが怖くないですか？いい質問です。実はそこはやり方で防げるんですよ。どうやって？先に入金する前払い型を選べば、その金額しか使えません。財布に入れた分だけみたいな感覚？その通り。現金の感覚のまま便利さだけ取れるんです。それなら私でもいけそうかも。でしょ？食わず嫌いはもったいないですよ。ではさっき言った3つの分け方から。はい、お願いします。1つ目が交通系 IC カード。電車に乗るあのカードです。あれ、買い物にも使えるんですよね。そうなんです。2つ目がスマホのコード決済。画面のバーコードを見せるあれですか？そうそう。読み取ったり読み取ってもらったり。で、3つ目がカード類とそれに紐づいたタッチ決済です。紐づいたってカードの情報をスマホに登録してつなげることです。なるほど。とりあえず3つの箱があるイメージ。その理解で十分です。中身はおいおい説明しますね。まず交通系 IC、 これが一番入り口としておすすめです。なんでですか？審査もいらないし、駅でその日に作れますから。手軽ですね。クレジットカードみたいな審査がない。そうです。先に入金しておいて、その残高から払う。その入金がチャージってやつですね。ええ。券売機やコンビニで1000円単位で足せます。へえ、便利。上限とかあるんですか？今のところ貯められるのは2万円までと決まっています。へえ、意外と少ない。だからこそ使いすぎない。そこが逆に安心なんです。なるほどね。電車以外だとどこで使えるんですか？コンビニ、自販機、駅中のお店、使えるところは本当に多いです。すごい数。支払いはかざすだけ。そう。特に急いでいるときはタッチで済むものに限りますよ。確かにあれは早いです。改札を通る感覚のまま買い物ができる。慣れると手放せません。次はスマホのコード決済ですね。はい、これは今一番勢いよく伸びているものです。へえ、今時アプリを入れて始めるんですよね。そうです。やり方は大きく2通り。見せるか読み取るか。その通り。自分のコードを見せて
店員さんに読み取ってもらう。もう一つは、お店のコードを自分のスマホで読み取って金額を打つ。自分で金額を入れるのちょっとドキドキします。最初はね、でも店員さんが確認してくれるので大丈夫です。それなら安心。コード決済の良さって何ですか？カードを何枚も持たなくていい。スマホさえあれば財布いらずです。ああ、身軽なのはいいですね。それに送金や割り勘もこのアプリの中でできるんです。それは後で詳しく聞きたいです。もちろん、まずはチャージの話を片付けましょうか。コード決済のチャージってどうやるんですか？主に3つです。銀行口座から、クレジットカードから、あとは現金から。3つですね。現金からもできるんですね。コンビニのレジや専用の機械で入れられます。手軽だ。現金派の人でもそこから始められる。そうなんです。銀行とつなげるのが不安なら、まず現金チャージで十分。でも残高が足りない時ってありますよね。ありますね。レジの前で残高不足の表示。あれは焦ります。まさに私が怖いやつです。対策は簡単。自動でチャージする設定にしておくんです。楽そう。残高が減ったら勝手に足してくれる。ただこれは使いすぎと紙一重。そこは気をつけて。便利と怖いは隣り合わせなんですね。いい言葉ですね。だからこそ明細を見る習慣が大事です。明細って履歴のことですか？そうです。いつ、どこで、いくら、アプリに全部残ります。現金よりむしろ管理しやすいかも。その気づき、大きいですよ。家計簿代わりになりますからね。賢い。みんながキャッシュレスにするのってポイントのためですよね。大きいですね。払うたびに何割か戻ってくる。それが還元です。何割も戻るんですか？いえいえ、普通は100円で1円とか、だいたい 1% 前後です。地道ですね。なんだ、地味な数字。でも毎日の買い物ですからね。1年で鳴らすと結構な額です。確かに、塵も積もればですね。そう。しかも、やり方次第で還元を二重に取れることもあります。二重取り。なんかお得な響き。カードからチャージして、そのカードでも還元。支払いでもう一回。でも、それ考えるの大変じゃないですか？そこなんですよ。使うからにはお得にしたい。でも、欲張りすぎると疲れる。還元だけを追いかけると逆に大変ですよね。私はね、まず一つに絞るのをおすすめしています。なるほど。全部やろうとしないってことですね。そうです。よく使うお店に合うものを一つ。それで十分得します。3つ目のカード類のタッチ決済。あれが一番わかりません。ここは払うタイミングで分けるとすっきりします。払うタイミング。前に払うか、後で払うか。大きくこの2つです。前払いはさっきのチャージ型ですよね。その通り。先に入れた分から引かれる。交通系 IC と同じ発想です。わかりやすい。じゃあ後払いは？クレジットカードに紐付けて、後でまとめて引き落とされる。チャージしなくていいのは楽ですね。楽です。ただ、残高という歯止めがない。使った実感が薄くなりがち。怖いかも。なるほど。だから人によって向き不向きがある。そこが肝心です。心配性の人は前払い。管理できる人は後払い。私は完全に前払いタイプです。いいと思いますよ。自分の性格に合わせる。それが失敗しないコツです。最近カードをかざすだけっていうのも見ます。クレジットカードのタッチ決済ですね。あれも便利です。差し込んだり暗証番号を打ったりしなくていい。少額ならかざすだけ。サインもいりません。早いですね。交通系 IC と
何が違うんですか？動きは似ています。でもこちらはチャージ不要。後払いですからね。ああ、残高を気にしなくていい。そう。海外から来た方には、これが一番馴染み深いかもしれません。確かに、海外はカードのタッチが多いって聞きます。最近は電車の改札でもそのまま使えるところが増えてきました。旅行者にはそれすごく助かりますね。カード1枚で電車も買い物も時代は変わりましたね。本当に。さっきの送金と割り勘、あれ、詳しく教えてください。はい、コード決済のアプリでは友達にお金を送れるんです。アプリの残高をそのまま。そうです。1円単位で24時間、手数料もかからず送れます。太っ腹。手数料なし。銀行振込よりずっと気だる。そこが大きいですね。飲み会の後のあの精算が楽になります。あー、小銭を出し合うあの気まずい時間。それが割り勘機能で一発です。人数で割ってみんなに請求する。パーチーだ。幹事さん、泣いて喜びそう。本当に誰がいくら払ったという計算から解放されますからね。これは覚えておいて損はないですね。ただ送金には一つ条件があります。条件。本人確認です。これをすると送金の上限が上がります。本人確認って何を出すんですか？身分証をスマホのカメラで撮るだけ。すぐ終わります。簡単ですね。材料カードとかでもいいんですか？サービスにもよりますが使えることが多いです。事前に確認を。確認しないと上限が低いまま。そうです。少額の割り勘くらいなら確認なしでも足りますけどね。自分の使い方に合わせて決めればいい。その通り。大きな金額をやり取りするなら確認しておくと安心です。便利なのは分かりました。でも困る時ってないんですか？ありますよ。一番はスマホの電池が切れた時ですね。ああ、それは払えない。それに通信の障害やお店の機械の不具合、たまに起きます。そういう時、現金がないと済みますね。そうなんです。だから現金を全く持たないわけにはいきません。災害の時とかもそうですよね。まさに停電すると電子的な決済は全部止まりますからね。じゃあ結局どうすればいいんですか？普段はキャッシュレス。でも財布に少しは現金。この2本立てが一番です。どっちかじゃなくて両方。そう、片方に寄せすぎない。バランスが賢い付き合い方です。日本に来たばかりの人は何から始めればいいですか？私ならまず交通系 IC を1枚。駅ですぐ作れて審査もいりません。電車にも乗れて買い物もできる。慣れてきたら次にコード決済のアプリを1つ。一気に全部揃えなくていい。そこが大事です。1つずつ実際に使って体で覚える。情報を集めるよりまず1回使ってみる。その姿勢が一番の近道です。案外1日で慣れますよ。なんだか私も試してみたくなりました。その気持ちが今日の一番の収穫かもしれませんね。でもどこでも使えるわけじゃないですよね。鋭いですね。現金しか使えないお店もまだあります。例えばどんなところ？昔ながらの個人店。あとはお祭りの屋台なんかも。確かに。屋台は現金ですね。それと意外なのが一部の病院や役所。公共のところなのに。そうなんです。少しずつ増えてはいますが、まだ現金のみも多い。だから現金もいる。そういうことです。それに割り勘で一人だけ現金なんて時もあるある。全員が同じアプリとは限らない。だからまだしばらくは現金との二刀流。これが現実的です。お店の側から見るとキャッシュレスってどうなんですか？メリットは大きいですよ。まず釣り銭の
間違いが減る。お釣りの計算ミスしやすい。それに閉店後のあのお金を数える作業、あれがぐっと楽になる。レジの締め作業ですね。よく知ってますね。現金が減れば盗まれる危険も減ります。なるほど。でも手数料がかかるって聞きました。そこは正直お店の悩みどころ。売上の何%か取られますからね。だから小さいお店は慎重なんですね。その通り。便利さの裏には負担する人もいる。そこも知っておくといいですね。スマホをなくしたら勝手に使われませんか？心配ですよね。でも備えておけば被害はかなり防げます。どうやって？まずスマホに指紋や顔のロック。これで簡単には開けません。なるほど。二重の鍵。それと使うたびに通知が来る設定。身に覚えのない請求にすぐ気づけます。通知は大事。もし変だと思ったら電話一本ですぐ止められます。それは心強い。現金だと落としたら戻ってこないですもんね。そこはむしろキャッシュレスが強い。止められるというのは大きな安心です。貯まったポイントってどうするんですか？一番簡単なのは次の支払いにそのまま当てること。お金みたいに使える。1ポイント1円として実質値引きと同じです。お得だ。他にも使い道あるんですか？最近はポイントで少額の投資ができるサービスも。前回の話とつながりますね。ポイントで投資。おまけみたいで面白い。そう、損した気がしないので投資の入り口にちょうどいいんです。払って貯めて育てる、全部つながってるんですね。いい締めくくりですね。日々の支払いが未来の一歩になる。そもそもなんで日本は現金が長く続いたんですか？いくつか理由があります。まず治安が良くて現金を持ち歩いても安心だった。確かに。それにどこにでも ATM があってお金を下ろすのに困らなかった。なるほど。偽札もほとんど効かないですよね。そこも大きい。お札への信頼がとても厚いんです。確かに。だから無理に変える必要がなかった。その通り。裏を返せば現金がとても優秀だったということ。なるほど。遅れてるっていうより。困ってなかったから急がなかった。私はそう見ています。面白い見方ですね。だからこそ今は良いとこ取りができる時代なんですよ。使いすぎ、やっぱりまだ心配で。じゃあ防ぐコツをいくつか。お願いします。まず前払い型を選ぶ。入れた分だけ。そう。次に週の予算を決める。1週間でいくらまで？その分だけチャージすれば自然と守れます。いいですね。なるほど。あとは通知をオンに。使った瞬間金額が届きます。リアルタイムでわかる。そう。使った実感がちゃんと残るんです。現金よりむしろ意識するかも。その通り。道具は使い方次第なんですよ。怖いから避けるじゃなくて、怖いなら怖くない使い方を選ぶ。それでいいんです。そういえばスマホを買い替えたら残高ってどうなるんですか？いい着眼点。ここはうっかりすると消えることがあります。消える？落ち着いてちゃんと引き継ぎをすれば大丈夫です。引き継ぎって？古いスマホで引き継ぎの手続きをしてから新しい方でログインする。なるほど。順番が大事なんですね。そこがポイント。壊れてからだと間に合わないこともある。怖い。だから元気なうちに。ログインの ID とパスワードも忘れずに控えておく。これ忘れがち。そうなんです。ここだけ最初にメモしておくと後で本当に楽ですよ。うちの親、機械がすごく苦手なんです。多いですよ、そういう方。無理に進めない方がいいですか？焦らないことです。まずは
一つだけ。交通系 IC ですね。そう、かざすだけ。これなら覚えることが少ない。そこが大事。スマホよりはハードルが低い。ずっと低いです。しかも駅で使い慣れてる。あ、確かに。あ、電車ではもう使ってる。でしょ。それを買い物にも広げるだけ。それならうちの親でもいけそ人に合わせて無理なく。それが一番長続きします。じゃあここで軽くおさらい。3つ覚えてますか？う。はい。まず交通系 IC。どんな方でしたっけ？前払い。正解。2つ目はコード決済。スマホのやつ。いいですね。特徴は送金と割り勘ができる。完璧。じゃあ3つ目はカードのタッチ。前払いと後払い両方ある。お見事。もうバッチリですね。整理すると意外と簡単。でしょ？怖かったのは名前が多かっただけ。それだけ。中身は3つだけ。ちなみによくある失敗ってありますか？ありますね。まずチャージし忘れ。レジでピンチ。そう。次に違うアプリを開いちゃう。焦ってるとありそそれと2回タッチして二重払い。それは困る。大丈夫。明細を見てお店に言えば戻してもらいます。よかった。だから明細なんですね。そう、つながりましたね。あとは残高の確認をこまめに。習慣にすれば失敗も減る。その通り。失敗も最初のうちだけですよ。では今日の言葉を整理してみましょうか。お願いします。キーフレーズは食わず嫌い。食べてもいないのに嫌う。そうです。もともとは食べ物の話。でも広い意味で使います。やってみる前から嫌がること。その通り。キャッシュレスもまさにこれ。難しそうで止まってしまう。例えばどう使いますか？食わず嫌いしないで一回使ってみなよ。優しく背中を押す言い方。私に言われてる気がします。でも料理でも機械でも人でも使える場面は広いですよ。今日から食わず嫌い卒業します。では練習しましょう。声に出して言ってみてください。はい、頑張ります。食わず嫌いしないでやってみよう。いきますよ。3、2、1。食わず嫌いしないでやってみよう。上手です。その一歩が世界を広げますよ。今日はキャッシュレスがぐっと身近になりました。まずは一つ。交通系 IC から気軽に始めてみてください。そして財布に少しは現金も。その通り。便利さと備え、両方を大事にしてくださいね。感想やコメント待っています。それではまた次回。良い一日を。